60代の女性からいただいたお悩みです。こんにちは。いつも動画を拝聴させていただいております。私は過去に人様のことを悪く言ってしまったことがあります。その人のいないところでその人のことを知らない人に。でももしかしたらこの話は広がるんだろうなという思いはありました。というのもそのお二人の関係は直接はなくとも関連というのはどこにでもあるものだと思います。過去にその人のことを悪くというよりも悪いというよりは真実であるかどうかを確かめずに私が思ったことを言ったんです。やがて私の言ったことが当人の耳に入り絶縁を言い渡されました。当然の報いです。私はこのことを自業自得と捉えているのですが、この過去のことを自分でどのように受け止めて将来に向かうのが良いのか少し迷いがあります。やってしまったことは取り戻せないのです。相手に謝りたくてもおそらく相手は聞きたくもないと思います。過去に誠心誠意尽くしたことは本心からであっても相手が聞いたら怒り心頭になるようなことを言ってしまったのも自分がそのように感じていたので言ってしまったことです。相手をどれほど傷つけたのか思うと取り返しもつかず何かできることはないかと探している自分がいます。最後に相手の人からお前が泣きを見るのが俺の夢だという言葉が届きました。これほどの言葉を言う人であったという驚きとそれほどのことを言わせた自分を思うと震え上がるほど怖くなりました。私が何かをしても過去に何も決着はつかないと思います。それでも私は自分も相手も将来すっきりと幸せになれるようになりたいと思いました。このような相談にアドバイスも何もないかもしれませんが、こういうことを繰り返さないように自分に戒めるために何か習慣にしたりすることがあれば教えてください。懺悔という言葉があります。懺悔というのは自分の犯してしまった過ちに対して素直に悔い改めること、それが懺悔です。ステップアップさんの問題は何かというと、ステップアップをするための手順を踏んでいないということです。どういうことかというと、本当に懺悔をするのであれば、自分が過ちを犯してしまったということを本当に認めるのであれば、一番最初にすべきことは当然、こんなことを言ってしまった、こんなことをしてしまったという自分に対する反省ですね。そして次にごめんなさいという謝罪ですね。これは手紙であろうが直接であろうが構わないと思います。けれどもステップアップさんがステップアップしていくためにこの手順、当たり前の手順、幼稚園児から習う手順、子供でも教えられる手順、おそらく誰でも分かっている当たり前の手順を果たして自分がちゃんと踏んだかどうか、これが改めてステップアップさんが自分に問い直さなければいけないとっても大切な問題、課題だと思います。今お悩みのこの相談メールだけを見ると、ステップアップさんが真実であるかどうかは分からないのに、その人のいないところでその人の悪いことを人づてに聞いたことを言ってしまった。でそれが回り回って他の人の耳に入って絶縁を言い渡された。道元禅師の教えに愛語というものがあります。誰かのことを思いやる、その人のことを褒める言葉、それが愛語です。この愛語というのは直接面と向かって言うよりも回り回って人から聞いた方が何倍も自分の魂に響くんだという、そういう教えがあります。悪口も同じですね。直接悪口を言うよりも人づてに聞く悪口ほど
その人の精神にダメージを与えることはありませんね。あの人がこんなことを言ってた。さて、そんなことをしてしまった。ステップアップさんがこの相談メールの中で、やってしまったことは取り戻せないのです。相手に謝りたくてもおそらく相手は聞きたくもないと思います。という一文があります。ということは、やってしまったことは取り戻せないのです。相手に謝りたくてもおそらく相手は聞きたくないと思います。ということは、謝っていないっていうことじゃないでしょうかね。謝るのはこちらの懺悔の後の自分の選択でする行動ですね。でもそのステップアップさんが謝ったことに対して相手が聞きたくないと思うか思わないかは相手の問題であり選択であり、ステップアップさんの問題でもないし選択でもないですね。で、大切なことは自分が本当に懺悔をするのであれば相手に謝るということです。どんな形でもいいけれども、相手がそれを拒絶するかもしれない、聞きたくないと言うかもしれないけれども、とにかく謝るということです。で、これをまだしていないではないでしょうかね。ひょっとしたらなさってたかもしれない。すでにね。けれども、ここでやってしまったことは取り戻せないのです。相手に謝りたくても、おそらく相手は聞きたくもないと思います。そこに本当の心からの懺悔ではなくて、小さな抵抗があるような気がします。どこかで仕方がないもんというものがあるような気がします。それを誠心誠意とは言いません。心からの本心を尽くしたということとも言いません。どこかでこの話が相手に伝わっていくかもしれないということを思いながら、そのことを言ってしまったという一文もあります。ステップアップさんは確信犯であって、そしてまたどこかで相手にこの話が遠巻きに伝わってほしいと思って言ったのであれば、もちろんそれに対して相手は大きな怒りを持って返してきて、ここに恨み合いが起こってしまうということは当然考えられることです。さて、60歳になってそのことを意図的にやったのであれば、当然この報いは返ってきてしかるべきだと思います。けれども、どこかで自分も相手も将来すっきりと幸せになれるようになりたいと思いましたというのであれば、処方箋です。当たり前の話だけれども、誠心誠意、相手がそれを受け取ろうが受け取りまいが、自分のできる限りを尽くして謝ることです。それ以外道はない。謝ったところで相手が許してくれるかどうかは全く分かりませんけれども、謝ることです。それ以外道はありません。さて、これを聞いておられる多くの方々がね、ぜひね、これを他人事として聞かないでいただきたいんです。やはり道元禅師がこのようなことをおっしゃっています。私たちは悪を作りながら悪にあらずと思い、悪の方あるべからずと邪視する。けれども悪の方を監督せざるにはあらず。私たちは自分が何も悪いことしてないと思いながら悪いことをしてしまう。悪いことというのは誰かを傷つけたり、自分の欲や怒りや愚かさに任せて自分の行為を顧みることなく、感情に任せて振る舞ってしまったり、結果として相手を傷つけてしまったり、そうしていながら自分は悪いことしてないもんと開き直り、そしてその自分がしたことの報いが自分に返ってくるなんていうことは想像もしないで、普段を生きているけれども
自分がまいた種は必ず自分に返ってくるんだ。それが先ほどの悪にあらずと悪を作りながら悪にあらずと思い悪の方あるべからずと邪視するによりて悪の方を監督せざるにはあらずというそのような教えです。当たり前のことですね。だけれども3歳の子でも理解できるけれども80歳のおじいちゃんおばあちゃんでも実行するのは難しいというのが人間なんです。私はこのステップアップさんの今のこの相談をね一言と思わないで聞いていました。自分もひょっとしたら知らず知らずのうちに悪を作りながらそのことに気がつかないでその報いが返ってきてようやっとあんなことをしなければよかったあんなこと言わなければよかったってそう後悔することこれまでも何度もありました。だからこそこの仏の戒めということをちゃんと心に留めて何度も何度もそれを見直して生きていくということが重要だなと思いました。さてステップアップさん人生は選択なんです。人間と動物の違いというのは私たちはいろいろな物事を選択するということができるんです。自分の意志にねよってより良い選択をするのに必要なのは何かというと知性と勇気です。勇気というのは自分の開示していくっていう勇気です。自分をさらけ出すという勇気です。プライドとか何か自分のおごりとかね自分のエゴとか欲とか怒りとかいろんなことがあると素直になれません。懺悔をするときには素直さがないとダメなんです。ぜひ自分がこうしてしまったということに対して心から懺悔をするのであれば謝るっていうことをぜひなさってください。相手が受け入れてくれないそんなことを言っている間に今すぐ手紙を書いてください。そして自分の行いを反省してそしてこの教訓をご自分の余生に大いに生かしてください。そして今後は仏の戒を守って二度と同じようなことを繰り返さないように今回のことはとっても痛いけれどもとても大切な余生に向けてのレッスンであったとそう受け止めて精進をなさってください。今この動画を撮影している時ちょうど午後6時修行僧が寺の鐘を鳴らしています。この鐘の音がこの収録の中にどこかで聞こえてくると思います。一つ一つ鐘を鳴らしながらこの鐘の音を聞きながら自分の心の中のさまざまな悪業を懺悔しそして善業につなげていくこれが私たち修行者の歩みです。どうぞこの鐘の音を聞きながら懺悔をしそしてごめんなさいという誠心誠意の謝罪をして次に進んでください。どうぞ勇気を持って一歩を踏み出してください。応援しています。